皆さん、お待たせしました。ついに、アミティ先生プロデュースの iPad バッグが発売されます。1年かかりました。これ作るのに。こだわりすぎて。メーカー泣かせ。すいません。ついに完成いたしました。アミティ先生の iPad バッグでございます。こちら。じゃーん。はい。ブラックとアーモンドがございます。本日の10月8日から予約が開始できるようになります。本日の20時からですね、多分今私7時にね、公開してると思うんです。なので、あと1時間後、8時から予約ができるようになります。で、販売はですね、10月の25日からになります。10月25日になったらですね、皆様のお手元に届くような感じになっております。今回ですね、ちょっと可愛いインタビュー動画を撮ってもらったんで、見てもらえます？ iPad とかガジェットとかって今までだったら男の人の方が絶対好きだったし、そのニーズに合わせて男性が使う iPad バッグとかガジェットバッグだと多分今まであったと思うんですけど、その女の子がiPad を持ってどっか行けるバッグみたいなのは多分なかったかなと思ったので、そうなんかおしゃれなのが1個あったらいいなって思ってました。 iPad がすっぽりと入るともう綺麗に収まってゴツゴツしていないそれすごい大事で、シンプルであること、ガジェットバッグに見えないことがすごい大事で、ファスナー開けると、ここに iPad ポッケがあるんですけど、ここにねすっぽり入る仕様になってます。もうスッと入るし、あと Apple Pencil 結構こう適当にバッグの中に入れてカバンの中でぐちゃぐちゃってなったりするんですけど、ちゃんと Apple Pencil を入れるポッケも用意してるので、もうスッと入れてもらったら常に Apple Pencil は固定の場所にありますで、この Apple Pencil の横にはiPhone とかスマホを入れるポッケもあるので、ここにスッて入れてもらったらもうガジェットちゃんたちがですねぴったりと定位置に収まると、カバンの中でごちゃごちゃしないので、もうめっちゃそこがお気に入りですね。上に行くほどちょっと細くなって華奢なイメージっていうのもしっかりつけてます。でなんか柔らかいから肩にすごいフィットするし、めっちゃいいです。はい。どうですか？ちょっと猫かぶってましたけど。どうしても可愛い iPad バッグが欲しかったんです。もうずっと思ってた、それは。なんでメンズ用の iPad バッグしかないんだと。ドリップさん、なんで女子用のを作ってくれないんだと。ずっと思ってた。だから、もう誰も作ってくれないんだったら自分で作ろうっていうことでですね、今回ちょっとメーカーさんに声をかけてもらってですね、作れることになったんでございますけれども、ちょっとこだわりポイントを話させていただいてもいいですか？もちろんね、おしゃれさも大事なんですけど、やっぱり iPad バッグっていうところで保護性ですね。この中の収納だったりとか、iPad をしっかり保護するところっていうのはやっぱり一番重要視しました。中はですね、すごいクッションみたいな柔らかい感じの素材になってて、衝撃とかもちゃんと吸収してくれます。で、Apple Pencil と AirPods と iPhone を収納するポッケがあります。もちろん iPad を収納するポッケもあるんですけれども、その他の Apple の周辺機器をしっかりとですね、収めてもらうことができるポッケがあるという感じです。特にね、女の子もう全部ポーチとか財布とか全部わーってなって、わーってなって、あーってなって、あーってなる。そういうことがないようにですね、やっぱり綺麗に収納してあげてください。あとはですね、本も入るようになってます。これはですね、アミティ先生の本、iPad Creative だったりとか、あとは Procreate 本ですね、最近出した iPad でこう Procreate イラストテクニックっていう本がちょうど収まるサイズにしております。なので iPad とその本を持ってですね、カフェとかに行ってちょっとおしゃれに iPad の勉強するみたいな感じで使ってほしいなと思って、もう iPad と iPad バッグとiPad 本ともう3点セットで持ち運んでいただきたいという思いで作らせていただきました。で、Twitter とかインスタとかでですね、先出ししてコメントが来たんですけれども、12.9 の iPad は入りますかという質問があったんですけども、申し訳ございません。12.9 は入りません。ごめんなさい。このバッグがうまく売れたら次絶対作りたいと思ってるので、12.9 インチの iPad を持ってる人はちょっとだけお待ちください。で、超地味にこだわったポイントが、立つっていうところですね。この子ね、自立するんですよ。ちょっとわかりにくいかな。こんな感じ。手離しても、ペチャンってならないんですよ。これしっかりと
立ってくれるんです。だからカフェとかでどっか行って、こう、ポンって置きたい時あるじゃないですか。その時に中に iPad とかなんかいろんなものを入れてて、それでガタって倒れて、で、もうバリンとかなったらもう最悪じゃないですか。だから私は、こう、スッとね、置ける感じにどうしてもしたかったんです。だから、こういう形になったんですけれども、これをね、立たせるっていうところにもめちゃくちゃ時間かかったんです。これを立たせるために1年かかったんではないかというぐらいですね、こだわったポイントなんですけれども、立たせようと思って、その土台をしっかりすると、こう、硬い感じのカバンになるんですよ。わかります？今ね、これ見て、ちょっと素材とか柔らかい感じでね、ちょっとくにゃっとする感じだと思うんですけれども、くにゃっとしてても立つっていう、それ大事だったんです、私の中で。女の子とかでもさ、柔らかい触り心地だけど、なんだかふわふわして、にゃんにゃんしてるけれども、自立している。女の子。見た目によらずしっかりしているっていうのが今回一番こだわったポイントでございます。素材はちょっとスウェード調のこういう感じの秋冬ぴったりの感じですごいね、触り心地もめちゃくちゃいいんですけれども。で、ここは革ですね。しっかりしてますよ、ここも。で、床もね、ここもしっかりしてますね。で、ここちゃんと一枚みたいな感じで、こう繋がってる感じのシンプルだけど形がおしゃれっていうね。で、ここにですね、ちょっとちっちゃいループみたいなのがあって、ここにですね、なんかちょっとキーホルダーだったりとか、あとはなんだろう、スカーフ。私スカーフつけるのすごい好きだから、ここにですね、ちょっとスカーフとかを、くるくるっと巻けてあげると、スカーフでいろんな、こう、デザインに変えれるみたいな感じですね。これ、ZOZO タウンで買ったやつ。よかったら概要欄の方にリンク載っけておきますね。こういう赤のやつだと、アーモンドにも合うし、ブラックにも合うし、結構おすすめなんですけれども、ちょっとここにワンポイントあると全然違うと思います。そう。見て。ちょっと話が変わるんですけども。NFT のスカーフ作ってるんです、今。これに合わす用のスカーフとかをね、もう作っちゃえっていうことで、これとかもね、今作ってるんですよ。こんな感じの可愛いスカーフとかをここにつけてもらって、スカーフで遊ぶっていう感じも面白いかなと思って、そういう感じで使ってほしいなと思ってます。ちょっと今日はブラックのレディーコーデにしました。タートルネック、秋っぽいタートルネックに、ちょっとこういうかっこいい系のレザー系のスカートですね。かわいい。見てかわいい。こことかがね、ゴールドなんですね。ここのジップもゴールドなんですけど、それとなんかこういうアイテム、ピアスだったりとか、ネックレスのゴールド合わすと、もう超かわいい。で、ワンチャンこうやっていける。ワンチャンこれできる。自転車とかでさ、乗るでしょ？自転車でバーってやる人いると思うんですけど、私も結構かっこいい系の自転車持ってるもんで、カゴがないんですよね。背負いたい派なんですけれども、そういう人もワンチャンこれいけるように作ってもらったんです。ここできるようにしてって、それのギリの長さでいいから、これできるようにしてってお願いしたので、自転車女子もいけますね。で、これが黒ですね。高級感のある黒なので、オールブラックコーデとかもめちゃくちゃ可愛くなると思います。オールブラックの時は多分ね、髪の毛はクール系の方がいいと思う。エロい感じで。多分ね、万人に合うのはね、黒なんですよね。黒の方が、正直合わせやすいですね。私は、どっちか選べって言われたら茶色を選ぶ派なんですけども、でもやっぱ使いやすいのは黒かな。で、黒やと男の人でも多分使えると思いますね。黒はメンズライクですよ。こういう感じの。で、こういう全身黒でまとめたい時のおしゃれのポイントは、素材を変えるっていうところですね。黒の素材を変えるんです。例えば、これだったらポリエステルでしょ？これなんかちょっとサテンっぽい感じの、こうちょっとテカッと光るやつ。で、ここ革。で、ここスウェード調みたいな感じで、アイテムの素材を変えるとめちゃくちゃおしゃれに見える。これが全部革だったら、重い感じになるし、全部ポリエステルだったらちょっと安っぽい感じになるんですけど、こうやっていろいろアイテムごとに素材を変えるとめっちゃおしゃれになるので、オールブラックコーデをやりたい人、こんな感じでやってみてください。はい、こんな感じでですね、おしゃれであることと、あとシンプルであることにめちゃくちゃ重きを置きました。もちろんね、機能も大事なんですけど、機能的すぎないというかね、わかるんです。
やっぱガジェットバッグって機能がもう神がかってるじゃないですかね。ポッケとかめっちゃいっぱいついてさ。やっぱいろいろ入れれるからいいんですよ。ケーブルも入れれるし、マウスも入れれるし、エアポッツやなんやら、なんやらかんやら全部入れたいと。わかるんやけど、みんなよく考えてみて。スティーブ・ジョブズは、そんなことを望んでないと私は思うんです。スティーブ・ジョブズはやっぱシンプルさを望んでるじゃないですか。やっぱプレゼンの時もさ、iPhone をポッケの中に入れてきてポッて出してきたわけですよ。なんやこの大きい荷物持ってさ、ウェーってやってないわけですよ。やっぱスマートな感じに iPhone や iPad を使ってほしいってジョブズは考えてると思う。ジョブズの名言知ってます皆さん。シンプル can be harder than complex って言うたんです、ジョブズ。どういう意味かというと、シンプルであることは複雑にすることよりももっと難しいんだ。シンプルなのは簡単そうに見えて難しいんだって。もう私はですね、もうそれをですね、幼い頃からずっと心に刻みながらデザインを作ってきたわけなんですけれども、本当にその通りだと今回このバッグを作って感じたんですけども、やっぱりね、そういう風に Apple ユーザーならシンプルに Stay hungry, Stay foolish最後のこだわりポイント。価格でございます。これちょっと重要ですね。皆さんも気になってたと思うんですけど、価格、定価で 17,800 円になります。この価格の設定は私もすごく難しかったんですけども、めちゃくちゃ安くしました。これでも。本当に中身とかもめちゃくちゃこだわってるし、サイズとかも形とかもこだわってて、多分、これ普通のブティックとか買ったら絶対2万円超えるレベルなんですよ。必死にお願いして、絶対に2万円超えないでっていうお願いでですね、作りました。で、今回ね、私 iPadのバッグ作るの初めてなんで、みんながどういう反応するのかわからないと。正直ちょっと怖いです。みんな買ってくれるんかなとか、このデザインが受けるのかどうかもわからないし、ちょっと不安なところもあってですね、さらにお願いしました、メーカーさんに。17,800 円でもいいけど、もっと下げれないかと。そしたらですね、いろいろ頑張ってくださいまして、早期予約割引というものをですね、設けてくださいました。で、これがですね、ちょっとだけ複雑なんで説明しますね。この早期予約は、第1弾と第2弾と第3弾があります。で、第1弾で買ってくださった方が一番安く買えます。第1弾が 9,980 円で買えます。9,999 円か。すごいな。すごいですね。はい。で、第2弾が 12,980 円。第3弾が 13,992 円で買えるということです。これは、予約してくださった方だけがこの値段で買えるんですけれども、その予約できる個数に限りがあります。この予約して買えるかどうかっていうのは、ポチ合戦になります。またポチ合戦。アーミティよ。iPad 面と NFT もポチ合戦で買えないのに、これもポチ合戦かいと。でもこれはですね、予約だけです。予約で安く買えるかどうかっていうのがポチ合戦になるので、17,800 円を出していただければですね、皆さん買うことができます。で、早期予約のですね、第1弾が10月の8日、本日ですね、20時からになります。もう1時間後ぐらいですかね、には予約が始まるので、それでもう用意ドンで始まります。で、一番最初にもう予約してくださった方は 9,999 円で買えるという感じですね。要は、早く予約してくれよっていうことでございます。ちょっと分かりにくい人はですね、概要欄のところにですね、これ買えるリンクが貼ってありますので、そっち行っていただければですね、その早期予約のシステムとかもちゃんと書いてあります。記載されてありますので、そこをぜひ見てもらって、カートに追加で予約ボタンを押してくださいますようよろしくお願いします。ちょっと緊張しているんですけども、みんなの手元に届くの楽しみにしております。で、届いたらですね、ぜひなんか、インスタかツイッターかでもいいんで、ちょっと写真撮ってね、なんか感想だったりとか、ツイートとかね、してもらえると、私それ見に行くので、ぜひハッシュタグ iPad バッグか、アメティ先生のハッシュタグでも私見に行けますので、どっちかつけて、ぜひ投稿してほしいです。そしたらもうアメティ先生、いいねつけまくりに行きますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、予約、今からです。頑張ってね。